こんにちは。マイクロジャパンダイアリーズへようこそ。今日の動画は普通の動画と比べてちょっと違います。今日は日本語で話そうと思っています。もちろん皆さんは多分日本語がわからないかもしれません。ですからこの動画は字幕ついています。この YouTube でここら辺字幕のスイッチがあります。今日はこれは自由で私の本当の自由の日本語の話せるレベル、そういう感じ。スクリプトがない、ノートもないですからよく間違えます。本当に今までいろいろな間違いが絶対現れました。でも私は本当の日本語のレベルを、伝えたい皆さんに、これが私の今の日本語のレベル。間違いがたくさんあります。文法の間違いも単語の間違いも時々意味の間違いもあります。絶対にそういう間違いがたくさんあります。でもその間違いは気にしないでください。この2匹は私の心の支えのために、ちょっと緊張している。今まではいつも英語で話していました。でももちろん私にとって英語の方が、私の英語のレベルは日本語のレベルより高い。英語で本当の意味を伝えることができます。でも日本語はまだまだです。前と話した今は日本語学校に通っています。その学校で毎日会話の練習をします。でも学校は学校です。普通の会話は別のことです。これは普通の会話。いろいろな複雑な文法はクラスであんまり難しくない。考え時間がたくさんあるので、その文法を使うときは、今この文法を使ったら大丈夫です。でも本当の会話の中でその考え時間があんまりないでしょ。ですから私の本当の日本語のレベルを伝えたい皆さんに、これも私の練習ですからもちろん私は皆さんに私のレベルを伝えたいですが、それよりこれも私の練習です。そんな感じ。はい。じゃあ、私についてちょっと話したいと思います。実は、この2ヶ月間ぐらい、2ヶ月前、前と話した日本語学校に入りました。2ヶ月前。でももちろん私の今の日本語のレベルはその2ヶ月分のためだけじゃなくて、その前たくさん勉強しました。多分初めては7年前ぐらい、多分7年前ぐらい、その7年前私は、日本語の、
勉強始まりました。自分で、ひらがなとカタカナを勉強しました。まずはそれだけ。ひらがなとカタカナの、文法と単語と、いろいろな複雑なものは後で。最初はひらがなとカタカナの。ひらがなを読めなければ、勉強することができません。もちろん。ですから、7年前、ひらがなとカタカナを勉強しました。あとは、自分でちょっと勉強して、その後、1年間ぐらい、私は日本語のクラスに通っていました。でも、1年間は長い間でしょ。でも、本当はその1年間は、毎週じゃなくて、でも、4ヶ月間、5ヶ月間ぐらい、毎週2時間クラスがありました。その後はちょっと、休みがあって、もう5ヶ月間ぐらいで、その1週間に2時間クラスに通っていました。でも、その時、仕事を始まりました。ですから、仕事で忙しかった、仕事が忙しかったら、日本語の勉強の時間はあんまりなかったです。ですから多分2年間、3年間の間、全然勉強しませんでした。でも、その時は私はよくアニメを見ました。多分毎日2時間、3時間ぐらい見ました。本当にたくさんのアニメを見ました、あの時。ですから、本当の日本語の勉強時間はない。でも、よく、日本語を聞きました。その後は、スマホのアプリで自分でちょっと勉強しました。でも、もちろんそのアプリで文法や単語以外のことは、勉強しにくいでしょ。ですから、もちろんいろいろな単語が、覚えました。もちろんいろいろな文法を、習いました。その後は去年の8月に、私はデンマークから日本に引っ越しました。でもあの時の仕事は、日本で働いたのに、全然日本語で話しませんでした。仕事で全部は英語で、仕事について全部のことは英語です。毎日仕事で英語を話しました。ですから、その1時間じゃなくて、その1年間、あんまり日本語を話しませんでした。もちろん、クラスがありました。去年のビデオを見たら、そういう話が出ます。でも、毎週1時間クラスがありました。でも、その1時間以外、あんまり勉強しませんでした。もちろん、時々スーパーやレストランでスタッフさんにちょっと、スタッフさんとちょっと話しました。でも、本当の簡単な日本語で
えまあ普通の会話ならその時もちょっと話せました。でも、まあ本当の勉強と本当の会話の練習はあまりなかったです。はい。まあでも、その後は今年の8月に、私は福岡に来ました。まあそういう話は前の動画に、発表しました。まあもちろん英語で。でも、その後今年の8月から日本語が話せるようになりました。まあ本当の日本語じゃなくて、でもこういうレベルぐらいまあもちろん前ちょっとだけ話しました。話せました。ちょっと、前はちょっと話せました。まあメインは前の4ヶ月間ぐらい、今年の8月から。まあもちろん学校は2ヶ月前始まりました。でも、その前の2ヶ月間も、まあ私の日本語レベルが、上がりました。日本では引っ越しの時、引っ越すの前も、引っ越した後でも、いろいろな、しなければいけない手続きがあります。例えば私は福岡に来た時、区役所に行かなければいけませんでした。そういう手続きはね、私は今日から福岡に住みます。私は今日から福岡に住んでいます。という手続きをしなければいけません。私は、今からこの住所で住んでいます。でも区役所でその人は全然英語が話せませんから、全部は日本語で、そういう手続きも、インターネットの手続きも、前そういう話をしましたそのインターネットの、手続きはちょっと大変でしたあの時、でも日本語でしかできない手続きがたくさんありました。それに、私はその時、仕事がなくて学校もなかった。暇な時間がたくさんありました。ですから、私はよく、一人で居酒屋やレストランに行きました。その時はよくスタッフさんと他のお客さんと、日本語で話しました。もちろん今の会話のレベルより本当に下手な、会話をしました。でもいい練習でした。その2ヶ月間の練習は本当に役に立ちました。でももちろん学校に入ったからどんどん、日本語が話せるようになりました。でももちろんいろいろなわからない言葉もわからない文法もあります。たくさんあります。ですからもっと練習したい。これも練習。多分今から2ヶ月間2ヶ月3ヶ月後でもう一度こういう動画を作りたいと思っていました。その時2ヶ月3ヶ月後で私の日本語のレベルはどのぐらい、今からその2ヶ月後でどのぐらい話せるようになりましたか気になります。はい。今日はこの話だけちょっと
私の練習のためにと皆さんに伝えたいことのためにこういう動画を作りました。もう一度、これを言いたい。この動画の中で間違いがたくさんあります。本当の完璧な日本語ではありません。でも、私の本当の意味は字幕ですから、私の言いたいことは、時々その間違いのせいで、私の本当の言いたいことが伝えません。でも、本当の言いたいことは字幕にあります。ですから、日本語の間違いとか、気にしないでください。はい。じゃあ、今日はここまで。この動画を見てくれてありがとうございました。じゃあ、また。スウィッシュ